Hello，大家，100天后分手的我和他第4集，阿树和佑马吵了一架之后，阿树跑到了山田摄影师家去住，两个人呢现在处于分居的状态，这对假情侣还是要分居。现在就继续来看看他们的纪录片究竟该如何继续进行，两个人的关系又会随着纪录片的持续推进有什么不一样的改变？自然な笑顔ね。好久没看阿树笑得这么灿烂了哦。何これ？長谷川さん今山田君の家にいるってこと？あ、いや。なんでそんな勝手なこと。传统上会希望拍摄纪录片的人不要去干涉被拍摄者的生活，尽量保留被拍摄者的真实的模样。自然な姿撮れてるじゃん。大成功だね。出演者と過度に近づくのはドキュメンタリーにとって良くないですし、こんなの自然な姿って言えません。もう少し山田君のことを信じてあげてよ。しおちゃんも少し楽になるから。我可以感觉到智穗快崩溃了。ですね。但是讽刺的是，两位男士的感受才是对的。确实，这样子的山田才是最真实、最自然的。平常跟佑马在一起，那都是演出来的。1日何時間やってんすか？まあ36時間くらいやってるからな。無職やべえ。おったね。两位真的是讲话很直接呢。山田さんから何か聞いてませんか？え？ほら五木との生活のこととかどんな感じみたいな。他想关心阿树都不敢直接问哦，甚至也不敢直接问山田，问这个跟他比较合得来的4岁。しおちゃんの仕事失敗しろって思ってたんだ。上美这样搞的智穗，拍得好也不是，拍不好也不是。すっごい家。山ちゃんちの100倍くらいありそうだ。あなたそこに寝てんだから。这两个人真的是都不会觉得这样的话失礼就是这样子嘻嘻哈哈的，又不在意。明日からお前ん家帰るわ。哦，急だな。山ちゃんから帰るって。そう。还是他自己决定要跟佑马稍微缓和一点吧。こうやって僕たち付き合ってますって。哦，没想到这一段纪录片之前他们两个才刚冷战过啊，还是牵手了，为了要骗过爸妈，但是太不自然了，所以纪录片最后没有剪进去。これ着ない選択肢ある？ない。だよ。情侣睡衣哦。お前の親っていい人だよな。だからあんまり騙したくないよな。いつまで続けるつもりなんだ？阿树是不是有点不耐烦了？撮影が終わったらはいさよならか。こんな素敵なカップルがいますみたいなドキュメンタリーを見たお前の仲間に実はもう別れてましたとか言えんのか？だったら別れなきゃいいだろ。这是佑马第2次提复合了。死人は生き返らないと思う。哎呦，所以阿树你是拒绝复合的提议吗？プランナーがゲイの方だと知って納得感がありました。だからここまで女性を主体的に描けたんだって。人と違う人生を歩むことは大変なことだと思います。このビジュアルには彼の性的マイノリティとしての感性が生きてる。3句话不离 gay， 3句话不离性少数，一副好像在表演平权一样。ゲイだから女性を主体的に描けたとか。そうだな。確かに今回お前の属性が評価されたかもしれない。でもそれだってお前の一部だろ。トイレで頭切り替えてきます。よいしょ。大丈夫？大丈夫ですか？ゲイだから仕事が取れたってそんなに嫌なもんなんですかね。哎，他果然不懂。海外とかクォーター制とかあるじゃないですか。特別しろという要求と特別するなという要求が混在してるように覚えるんです。そんなのって在这些直男眼中，可能真的是这样想的。このインタビュー使ってくださいね。ドキュメンタリーの存在が最終的にコンペの勝敗を決めたんです。そんな風に春日とセットで打ち出したいそうで、先方は。每个人都想要从纪录片里捞到好处，到头来这纪录片真的变得像一门生意一样。僕は
人間扱いをしてほしいわけですよ。はい春日悠馬という人間を春日悠馬という人間として。女性目線の意見ちょうだいとか、女の子がいると現場が華やぐねとか、仕事の話かと思ったら口説かれたりとか。这两个憋屈很久了啦，难得醉一回哈，开始讲疯话。私は春日さんを人間として撮ったドキュメンタリーを作ります。お願い。ちょっとお願いします。作っていく。作ります。あの時ここ。お水もらいます。哦，不会吧？Oh my god！本当に尊敬してるんです。事情爆开来了，以这么戏剧性的方式。かわいそう。阿树啊，你是当事人啊，这么无关紧要。すいませんでした。虽然说阿树跟佑马已经分手了啦，可是那男的在不知情的情况下还是跟他上床，他就是不对哈。哎呦，不过就这样放他走吗？不把事情解释清楚吗？俺たちもうとっくに別れてんだから。俺たち最初っからラブラブカップルなんかじゃないんですよ。このバカが後先考えずドキュメンタリーの話なんて受けやがったから。智穗的世界观崩塌了，他一直以来都在为谁努力为谁忙啊。今日まで本当にきつくてさ、安請け合いしたのマジで後悔してんだよな。可是你答应了，现在才搞这一出，这也是你背弃自己的承诺哦。他人の生き様おもちゃにすんなって。男同士がイチャついてんのを見るのを好きな奴らが男同士がイチャついてるから持ち上げたんだよ。哎，不是阿树，你干嘛这样对智穗？人のセックスに燃えんな。赛田，你要亲他呕吐物啊？今後どうなりますか？でもすでに撮った映像を使って番組を作り上げることは可能だと思います。とはいえ長谷川さんの同意は必須ですが。两位倒是够冷静的。いや、2人ともおかしくないっすか？実家の近くで超でっかい地震が起こったとして最初にローンの心配します？撮影とか番組とかそんな後っすよ。何やってんすか？是啊，现在的重点是事情已经曝光了，这个纪录片要真的做出来嘛？这变成在骗人。この仕事プロデューサーからの期待度もそんな高くないんだよ。簡単になかったものにされちゃうと思うよ。天哪，努力撑到现在的智穗也是。私から直接説明させてもらうことはできないでしょうか。この件僕に預からせてくれるかな。しばらくしおちゃん休んだ方がいいよ。気分転換しよう。気分転換。デートとかさ。老板，你不要在这个时候再讲这种话了啦。車だし牧場でチーズ絞りしましょう。山田安静そ。して2人でソフトクリーム食べちゃったりして。それとスキンケアいいと思うよ。俺前頭最近硬啊。脱毛したんだよね。なんだよ。火山要爆发了。真面目に向き合え。女だからってダメだ。好，我支持你把这些话讲出来。智穗可能真的好心办了一些坏事，但是他真的不应该受到这样的对待啊。直美さん、私ダメでした。直美さんの望み通り失敗しました。哎呀，なるほどね。それで志保ちゃんは今何考えてるの？自分が嫌です。イライラを人にぶつけて人に慰められて哎呦，めちゃくちゃ女って感じじゃないですか。到头来智穗自分が一番偏見持ってるんですよね。也是，你又把另外一层框架套到自己身上了，一直喊着要打破框架，实际上又陷入另外一种框架。私も家に引っ込んで育児に追われてそのイライラを志保ちゃんにぶつけちゃった。谢谢你啊，尚美，把这些话讲出来，承认私を错误。苦しめてたのは志保ちゃんじゃない。私たち勘違いしてたんだと思う。ドキュメンタリーにとって私たちの思いなんてどうでもいい。私たちは理解する側、
今うまくいってないのは自分のことばかり考えて相手のことを知ろうとしなかった報いが来ただけ。 Yes， 智穗加油啦！重新整理还是可以出发的。もしもし。调整方向，重新出发。俺3人兄弟の次男で、だから全然女っ気のない環境で育ってきて、社長がプライベートについていくの翔さんが嫌だとか気づいてなくて。ドライブしようって言ってくれたよね。はい。哎呀，車出して。两个人各退一步哦。哎呦，这一集好抓马呀！真正的事情，真正的真相爆开来了，现在不知道该怎么收尾呀！哎，整件事情我还是觉得阿树的问题最大。我还是坚持我前几集的想法，他都已经决定要拍这个纪录片了，甚至呢，那个时候佑马找他沟通，他也已经答应了佑马，我们就好好的一起把这个谎给圆好。结果现在来搞这一出。 不过当然，我们可以感受到阿树他真的已经忍受很久、委屈很久了。明明都已经分手了，明明不喜欢被拍摄，但还是配合的进行这一些，委屈自己去配合拍摄。出轨的事情会发生，通常都是因为两个人的感情出问题了。我不是在合理化出轨，只是出轨这个事件只是表征的征兆、表征的症状，而真正的病因还是要回到两个人的感情，去看看两个人的关系到底出现了什么问题。虽然在这个故事里，阿树并不是真正意义上的出轨，但是其实意思也差不多，他就是背叛了他之前的承诺。只是确实回过头来看，这个纪录片从来就不是为了他而拍摄的，好像就是又马一厢热情接下来了，甚至连纪录片的导演都只是拍摄自己想拍的东西，自己先入为主的觉得佑马跟阿树什么样的相处模式才是所谓的自然。然而其实，在这一点上，山田还有他们公司的老板看得更清楚，在佑马身边的阿树根本一点都不自然。本集一开头，智穗甚至还责怪山田怎么擅自的介入阿树的生活，怎么擅自就让阿树住进自己家里面。纪录片拍摄者介入被拍摄者的生活，好像就会破坏了他们生活模样、生活样态的这个完整性。然而真实的情况是，智穗他根本没有试着想要了解阿树，他也只是拍摄那个自己认为的真实而已。不过虽然智穗他这个人是有盲点，他有自己视野的局限，作为一位纪录片导演，他缺乏了真正走进被拍摄者内心的这个能力。可是我还是觉得他罪不至此啊！阿树啊，是你先违背了对他们的承诺耶，结果怎么这么理直气壮的在那边批判智穗啊？事到如今，事情已经爆开了，那不妨趁着这个时间重新的整理好自己，再看看有什么做法，有什么方向是需要调整的，再重新出发。我呢，也趁这个时候反思一下自己，是不是平常在看剧的时候，也是常常先入为主的觉得，哎呀，这个角色就应该怎样，那边的价值观就应该是什么样的。虽然说看剧、看故事跟对于真实人物的评价还是有所不同啦，只是我想我可能也要反思一下，自己在了解一个人事物之前，是不是带入了什么太多的成见，是不是早就预设好了一个框架，套在别人也套在自己身上了。我想这也是我接下来的功课，接下来要觉察的方向。那行啦，这一集就看到这边，之后再来看看这群人该如何收拾目前的残局吧。下期见，拜拜。